というわけで、普通のセッションを始めさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい。というわけで、私は、河合義文と言いまして、サーシャープという会社の CEO をやっています。で、この会社のサイゲームスの子会社として設立したんですけれど、社名右上にね、ちょっとロゴを乗っけてきました。この Y をね、カチャカチャカチャって消してもらうと、C シャープになりますよという感じなんで、基本的にはC シャープの会社として、C シャープ関連の研究開発とか、OSS とか、コンサルティングとかを行っている会社になります。私自身はC シャープ一筋で15年ぐらいやっていますかね。はい。で、特に OSS に力を入れてまして、結構C シャープでは世界のトップレベルの、GitHub のスター数とか、実際世界中で使われる OSS の開発っていうのをやっているような形になりますと。で、普段の開発、何やってるかというところでやると、基本的にはやはりゲーム開発が中心になってくるんですけれど、これはサイゲームスさんとの共同事例になっていまして、プリコネグランドマスターズというゲームを開発した時のアーキテクチャとかになっているんですけど、いろいろなものをC シャープでやりますよというところですね。サーバーもC シャープです。バッチも C シャープです。IAC も C シャープですと。で、クライアントは Unity で動かしてるんですけど、C シャープですし、ウェブの管理画面であったり、デバッグ用のツールとかもみんな C シャープで書いてますし、それは全部ね、モノリポで、全部ドバッとね、1個のソリューションに突っ込んだ、C シャープモノリポでやっていますという感じなんで、概念的には全部 C シャープやりますよというのが、力強くね、言いたいところですと。で、OSS 実際結構開発してまして、最初の名義でも30以上は出しているのかな。で、これ全部並べましたが、左下のね、緑のね、とこはちょっと見にくいと思うんですけど、これC シャープって書いてあるんですけど、全部 C シャープですよという感じなんで、C シャープまみれですよと。で、そんな C シャープまみれの会社が、なぜラストなんですかというところから、話させていただきたいなというふうに思っているんですけれど、やっぱりですね、基本的には C シャープで全部やりたい方なんですよね。別に全然 Web も C シャープでやりたいし、別になんだったらバズムとかも全然 C シャープでやりたいと。で、別にパフォーマンスも割と満足してますと。C シャープでいいじゃんと。いうところではあるんですけど、やっぱりどうしても C シャープで賄えない状況っていうのは、ちょこっと出てきちゃうんですよね。代表的なのはやっぱりAndroid NDK って言いましたけど、結構ネイティブ系のプラグインは基本的にC プラプラでしか書けないような状態に基本なっていますよと。我々も特に直面したのは Unity のネイティブプラグイン書きたいという時に、C シャープじゃ書けねえじゃんということになってくると。で、こういう時にね、選択肢に上がるのは、とりあえずじゃあ C プラプラで書くかというところではあるんですけど、結構ライブラリとか作る時って、どうしてもいろんなプラットフォームターゲットにしなきゃいけないと。で、昔だったらね、別にWindows と OS X と Linux ぐらいでいいかなと思ったんですけど、今ね、iOS とか Android とかモバイルも振って回ってますし、で、CPU のね、アーキテクチャは前はね、別にX86、64だけでいいじゃんと思ってたんですけど、最近はARM ちゃんと対応してないと、なんだったらね、OS X ですらね、M1 で動かなくなりましたみたいな状況になってしまったんで、結構それ掛け算すると、もうね、1個ビルド作るごとに15個ぐらいとかね、20個とかやっていかなきゃいけなくて、結構ビルドがめちゃくちゃ厳しいなと。で、C++ が特にそれやるの厳しいなと。C シャープだったらね、1個ね、ビルドしたら全部できるんで、良かったなという気持ちがあるんですけど、C++ は厳しかったというところですと。あとはやっぱりネイティブライブラリの資産ってすごいいっぱい充実してますと。で、やっぱどうしてもいくつか使いたいものが出てきますって時にちょっとね、C シャープで頑張りたい人間としては、ピュア C シャープで移植しようかみたいなふうに思ってしまう時もなくはないんですけど、やっぱりそれはちょっとね、あまりにもコスパが悪すぎると大変すぎるみたいな状態もやっぱりいっぱいありますよという感じなんで、そこでですね、やっぱりラスト選びたい。選ぼうかなというところで、選択肢いくつか考えて上がってきましたと。で、実際ラストで使ってみて、その辺の開発するのにあたって採用してみたんですけど、やはりかなりいいなと思いましたと。やっぱりラストエコシステムが非常に充実してて、サードパーティーのライブラリがいっぱいあると。これは良し悪しあると思うんですけど、私は大好きですね、そういうのは。やっぱりなんでいろんなライブラリがあって、それぞれがいろんな考え方で、いくテストすごいと思ってるんで、これが非常に充実してると。かなり素敵だと。C++ はね、この辺でちょっと無に近いんで、全然いいと。
で、開発環境も最初厳しいかなと思ったんですけど、意外とって言ったら失礼ですけど、意外といけてたと思ってますと。個人的にはまだ、ビジュアルスタジオ2022で、C++ の方がかなりいい面っていうのもあるかなと思うんですけど、全然許容範囲内に収まっていましたと。あとはみんな大好きなね、カーゴビルドとかはかなりすごいと。これ実際ペッてやってペッてできて、マジすげえなと思いました。これはすげえと。で、あと、既存 C ライバルとね、連携度合いも、CC とか C メイクレート実際使ってますけど、ほとんど詰まることはなくて、動いてて、かなりすごいなと思いました。これは、詰まった言語が他にちょっとあってね、いろいろその前に試してたのが、かなり、この辺の連携で詰まってたんで、ラストに変えたらめちゃくちゃスムーズに動いたんで、かなり感動したところですと。あと、やはりバインドジェンも非常に安定して動いてたんで、C からラストへ持ち込むっていうのが、かなり、スムーズにできたんで、かなりだいぶ満足度が高かったというところですね。なんで、非常に大満足ですよというところです。で、ラスト、やっぱりね、難しいかなという先入観が一番あったんで、一番最初の選択肢はやっぱり上がらなかったです。上がらなかったんですけど、やってみると、意外とスムーズに使えると、やっぱり言語的に洗練されてていいなというような、ある意味罠はね、少ないかなという部類に入ると思うんで、かなり良かったかなと思ってます。あとこれは同意する人はいるかわかんないですけど、C シャープともね、似てる部分も結構あるかなというふうに思ってるんでね。C シャープの人だったら、スムーズに、ラスト入ることができるんじゃないかなと思ってますと。で、やはり完成度は非常に高い言語だなという印象を、持っています。なんで、採用して良かったという感じです。はい。で、ここからはね、中身というか、じゃあ実際それで何をやってきたかという話を、していきたいんですけれど、FFI、ほとんどね、FFI で、FFI 用途でしか、使ってないんで、その辺の話をさせていただきたいです。で、まずですね、アシストバインドジェンという、ライブラリ作りましたという感じです。やっぱりラストと C シャープつなぐ部分っていうね、手書きでやるのはやっぱりめんどくせえなと思ったんで、やっぱり生成すべきだというふうにはすぐに至ったんですけれど、ちょっと既存のライブラリも2、3個はあったんですけど、なんかあんまり出来は正直良くなかったなという感じだったんで、いいものを作ろうと思ったんで作って、OSS で公開しています。今 GitHub スター的には410ということなんで、とりあえず認識してもらえてるぐらいかなというところではありますね。はい。で、これは名前、バインドジェンが C からラストを作ります。で、似たようなものに C バインドジェンというラストから C 作るものがあるんで、名前はそのあたりから取って、ラストから C シャープ作るという感じで、CS バインドジェンという名前にしましたと。で、下は一番シンプルな例ですけれども、アットみたいなメソッドを、X3C で定義し、ラスト側で定義してあげると、C シャープのコードを吐きますと。これはビルド RS に返してあげると、コンパイル時にね、これはシンクレートでラストファイル解析して、その中から、C シャープコードを生成するみたいな作りにしています。はい。で、もう一個C のライブラリをね、C シャープに持ち込みたかったっていうのがあるんで、これはLG4 での例なんですけど、ちょっとそのためのサポートも足しましたと。といっても、基本的にはバインドジェンが、C からね、ラスト呼び出しをやってくれると。ただ、生成したものがC シャープから呼べる形にね、公開されてなかったんで、ちょっとそれのね、右から左に流すだけのブリッジ部分の関数も一個作ってあげるのと、ついでに作ってあげるのと、あとはC シャープコードを生成するというようなモードをつけてあげて、で、これは C シークレートでC ライブラリをラストで、ね、そのままライブラリとビルドすると、LG4 の C のネイティブライブラリが含まれたラストの DLL が作られるんで、それを C シャープで読んであげるみたいな形になっておりますと。はい。で、CS バインドジェン作ろうと思った時のコンセプトで、まず大事に考えたのは、ブラックボックスのないバインディング生成をしたかったなというふうに思ってます。ちょっとね、コード例見てもらいましたけど、実際かなりシンプルなものを生成するようにしてます。ほぼほぼ1対1対応のものを作りますと。で、これは逆に言うと、1対1対応できないものは書けない。だからラストの普通のコードみたいなのを書いても、自動生成でいい感じに対応させたりとかしないんですね。だから既存のラストコードをそのままペッて入って、C シャープで、そのままバインディングできますよっていうようなものではないですよと。で、これはそもそも、例えば C++ から何かバインディング自動生成するみたいなソリューションで、世の中にすでにたくさんあって、スウィッグとかすごいあるんですけれど、あれ、やっぱりどうしてもバインディングのブリッジ部分の複雑なね、中間コードをガバッと作って、そういうのが嫌だったんですね。なんで、できる限りシンプルな、やつを作りたかったと、用意したかったというふうに思ってます。で、元コードをね、いじる必要はないんで、プロシージャルマクロみたいなものを定義する必要もなくて、そのまま元コードはそのままでいじられシャープ生成すればいいだけなんで、ビルド RS で、フックするだけで、いいだろうみたいな価値観になりましたと。で、こういうふうにね、書くとね、ラストがFFI
を意識した、コードを書かなきゃいけないんで、すんごいアンセーフまみれのコードになりますよと。普通にポインターとかも出てきちゃうような、アンセーフなラストにコードになるんで、正直言ってラストとしてね、こいつがね、安全かどうかで言うと、全然安全じゃねえよというようなコードになるんですけど、私はそれでいいかなというふうに思っています。いや、そこをケアする必要はないかなと。というのもですね、やっぱりですね、一番正義なのは、境界線を越えるの一番正義なのは C の API なんですよね。別にC シャープにとっての安全性もありますし、ラストにとっての安全性もあるんですけど、そこを繋いでるのは、安全じゃない超危険な、C しかないんですよね。だからもう超危険な C を意識して、C を意識したコードをラストとして書けと。で、これもある意味ラストっぽいのかなというふうには思うんですよね。生のものの、生のままに扱うっていうのもある意味ラストかなというふうに思ってるんで、境界線上の C をきちんと意識して、ラストを書く。実際ね、メモリも別にラストで確保したメモリだけをね、扱うわけじゃなくて、C シャープで確保したメモリをね、渡したりするわけなんで、もう安全もクソもないんで、その辺は意識して、危険な世界はなるべくね、アンセーフの境界線上だけ留めて、その一歩ね、外側でね、クリーンな世界を作ればいいんじゃないかなというふうに思っています。っていうのが、全体的な、進出バインドジェンの、コンセプトになっています。はい。で、実際C シャープとラスト、型のマッピングはかなりね、1対1で実際対応できますと、ほとんど違和感なく、全部プリミティブほぼ用意されて、定義できるみたいな感じなんで、かなり自然な感じなんで、いいんじゃないかなというふうに思ってます。このあたりは、ちゃんと対応させましたというような内容になっています。はい。で、実際C スパイントジェン使った事例、一応3個用意してきましたという感じです。はい。で、1個はマジックフィジックスっていうような物理エンジンの、C シャープバインディングを作りましたと。これはNVIDIA の Physics5 っていう、おそらく世界で一番使われている物理エンジンだと思うんですけど、これ今OSS になってて、NVIDIA のサイトから落とすことができますよと。で、中身は C++ ですという感じですね。この C シャープでいろんな用途のために使いたいなと、作りたいなと思って、なんとかして持ち込みたかったと。C シャープにと。さすがにね、フィジックスすんごい巨大なコードなんで、やはりこれはバインディング以外の選択肢はありえないという感じなんですけど、で、ただですね、今回NVIDIA の Physics5 のシンプラプラのコードそのものをバインディングの元にしてるんじゃなくて、エンバックスタジオっていうラストでゲームエンジンを作っている会社があるんですけど、そこがOSS として公開している PhysicsRS っていうのを元にして、作りましたと。で、その理由なんですけど、そもそもですね、C++ をラストに持ってくるのは、こともかなり大変だなと。私もヘッダーをとりあえずバインドにベッてぶちまけると、なんとなく生成されてるっぽいような気がするんだけど、普通にうまく動かないけどもが生成されますよと。で、やっぱりその辺なんとかするための、取り組みみたいなのね、あるみたいですけど、ちょっと完璧にうまくはいってないんじゃないかなというような気がちょっとしてますよと。で、この PhysicsRS は、どういう対応を取ったかというと、Physics のコードを、パースして、まず C++ のコードから、C の API のコードを、生成してましたと。で、それを使ったら、もう、ラストと繋げるのは、簡単なんで、それでラストと繋げたっていう、C++ C ラストっていうような流れっていうのを、PhysicsRS はやってくれましたと。で、これ見たときね、思ったんですここまでやってくれてるんだったら、もう全然、そこからね、さらにね、矢印を1個伸ばして、C シャープのバインディング生成するのも、全然余裕ですよという感じで、実際これはすぐさっとできましたという感じで、難しい部分はね、全部 PhysicsRS がやってくれたんで、これの実現はめちゃくちゃ簡単でしたと、ありがたいという感じですね。このセッション、エンバックスタジオの方が2019年にしたセッションがあるんですけど、このセッションはすごい良かったんで、ぜひ見たことない方は見るといいと思います。はい。で、もう一個はですね、Yet Another HTTP Handler っていう、Unity 用の gRPC クライアントを公開していますよと。で、gRPC って、gRPC って一口で言っても、C で作られたもののバインディングのと、あと、各言語で、こういうね、実装されたものの、大体2パターンがあって、C シャープ、ラスト、あと Go ですね。Go とか Java は、ネイティブ言語、自分自身の言語で実装した gRPC 実装になっていて、それが大体バインディングだと思うんですけれど、で、C シャープはですね、結構 C シャープ実装の方に入っていて、で、性能もかなりいい部類に入りますと。いいグループの方に入っていますよ。で、それはいいんですけれど、サーバーはそれでいいんですけど、ちょっといろんな事情があって、Unity クライアントとして Unity を使いたい場合にちょっとですね、そのままでは動かないと。いうような事情がありましたと。でもですね、gRPC で通信したいなというふうに思っていたんですけど、これをね、じゃあ、gRPC クライアントを作るしかないなということで、で、出番がラストで、ここでハイパー、さっきのセッションでも紹介ありましたけど、ハイパーとラスト ELS 使って、実装しましたという感じです。はい。
で、まあですね、やっぱりこれピアシーシャープで書くのも大変で、TLS、OpenSSL とかね、クロスプラットフォームでビルドするのすげえ大変というような問題があったんですけど、今回の組み合わせ、ハイパーとラス CLS、TR ラストで素晴らしいライブラリがいっぱいある。これがラストの素晴らしい部分だと思うんですけど、それでさらに加えて、言語自体のクロスプラットフォームビルドがやりやすいという性質があることによって、HTTP2 クライアント、gRPC をUnity で動かすものっていうのを作成することができましたという感じですね。はい。よかったと、よかったと。で、最後コンプレッション系を作っていますので、今日のセッションまでにね、間に合わせて OSS 化したかったんですけど、いろいろな事情があって、間に合わなかったんで、コンセプトだけ書いておきますけど、コンプレッションって LG4 と Z スタンダードが、最強にいいというふうに思っています。これは作者両方とも一緒なんで、この作者が素晴らしいんで、この作者が作ってる、これ性質がそれぞれ違うんで使い分けだと思ってるんですけど、LG4 と Z スタンダードを最高の形でC シャープに使いたかったという事情がありますと。で、ピュア C シャープの、ね、移植っていうのは、この点は割とやる方なんですけど、どうしてもバージョン、その時のバージョンでね、コードが固定されちゃって、結構 Z スタンダードとかね、アップデートのたびに性能上がってるんですね、最適化があって。それについていくことができないんで、常に最高の性能の C シャープにすることが、難しいんじゃないかなと思ったんで、これネイティブバインディング作れば、いい性能のものが提供できるはずだというふうに思いましたと。実際手元で動いてるのはかなりいいパフォーマンスを出しているんで、選択自体は成功だったかなというふうに思ってるんで、とっとと完成させて公開しろという感じです。はい。はい。で、まとめに入らせていただきますが、C シャープラブラストかなというふうに思ってますと。C シャープのね、可能性をね、ラストを使うとさらにね、広がるという感じで、これ別に C シャープじゃなくてね、任意の言語名で何でもいいんですけど、入れてもいいと思うんですけど、ラストと、その何かは、補完し合ってくれるはずだと、おそらく。で、その言語のできる幅っていうのを、おそらく広げてくれるだろうというふうに思っています。で、あと自画自発算すると、CS バインド J はかなりよくできてるんで、C シャープとラストの組み合わせの相性が無限大に高けいいという感じですね。なんで私と、サイシャープという会社ですけれど、C シャープとね、ラストの世界観をどんどん深めるための、開発を今後も続けていこうかなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。はい。河合さん、ありがとうございました。すごいシンプルな設計で興味深いなと思って、はい、お聞かせいただきました。じゃあ、これから5分間、5分ちょっとありますね。3時まで Q&A セッションになります。また質問、いいねの多い順に聞いていきます。1つ目、いろいろ C シャープのシリアライザーを実装されていましたが、それらと比較して、セルデの良さと悪さって何かありますか？どうなんでしょうね。ノーコメント。ノーコメントっていうのは、個人的には自分の作っているシリアルザの方がいいと正直思ってはいるんですけれど、やっぱり汎用的な設計になっていて、それは素晴らしくいいかなと思うんですけど、汎用的って結構限界があるんで、せっかくのラストなのに、ギリギリの設計にならないんじゃないかな、みたいなちょっと思ってはいるんですけど、もしかしたらそうじゃないかもしれないし、ちょっと、そこまで深く見てるわけではないんですけれど、ちょっとパラッと、あと、ラストのシリアルザーっていうのも研究対象としていろいろ見てはいるんですけど、もう少しやれてもいい気がしてると、ラストのことを言えばという感じですね。はい。ユーザー目線として、もうちょっと使いやすさみたいなのが。いや、シリアライザー作者目線としてパフォーマンスに対する追求がもっとできるはずだというところですね。パフォーマンス面ってことですね。そうです。はい。ありがとうございます。じゃ続いてですね、こういったバインジェンライブラリのテストはどのように書くのが良いですか？なんとですね、すごいテスト書いてないと。ノーテストライブラリ。すごいテスト書いてないですね。一応、生成を流してるんで、今回、LG4 の方は SQLite とか、ラストのクイックライブラリのキッシュかな、ファストリーを作ってるのとかっていうのヘッダーを、とりあえず、投げていて、で、それの生成っていうのを通してるんで、それで、壊れたものが生成できて壊れたものが生成されてなければ、おそらく OK だろうみたいな、かなりSQLite とか複雑なヘッダーではあるんで、そのあたりを解析しきっているんだったら、できているだろうみたいなね、対応ですかね。はい。はい、ありがとうございます。なるほどですね。バインジェン、ライブラリ自体のテストっていう質問だったのかな。ちょっとこれに追加してなんですけれど、そのバイン
バインディングを使ったシステムを作るときあの、あ、なるほど。どのレイヤーをテストするといいとかってありますか？基本的には、例えば C シャープだったら C シャープ側から通すだけでいいんじゃないかなというふうには思ってるんですけどね。普通に C シャープ側の、C シャープに限らず自分の使ってる言語の方が、おそらくいろいろ書きやすかったりすると思うんで、それで壊れてたら多分普通に壊れてると思うんで、っていうふうには思ってはいますけどね。はい。どうでしょう。ありがとうございます。いや、確かに、上からエンドツーエンドっていうんですかね。そうですね。エンドツーエンドに近い考えになると思います。ありがとうございます。で、続いては、C シャープラスト C と呼び出した時のオーバーヘッドは無視できるレベルなのでしょうか？いやー、それね、すごい気になったんですけど、コンパイルオプションのいくつかの中に、なんかその辺すっ飛ばすやつがあった気がするんで、それを適用すれば、消えるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっといつかチェックしようかなと思ってチェックしてないという感じですね。はい。なるほど。その辺すっ飛ばすっていうのは、もうラストで書かれたバイナリーができなくて、直接 C を呼びいや、出すみたいな。直接はないんですけど、近い形で、なんかラストの認可のオプションのあたりに、そのあたりの最適化みたいなやつがいくつかあるのを見っけてはいるんで、それで、消えるうんうん、ような気がする。なるほど。リンカーのオプションですね。そうですね、リンカーのオプションですね。はい。はい。ありがとうございます。実際に使ってみて、そんなに目立って気になることはないっていう感じでしょうか？そうですね、そこの呼び出しは、そこまで気になることはないですね、実際。あっても、ほぼ問題ないレベルだというふうには思ってます。はい、ありがとうございます。そして続いては、これ面白いですね。C のネイティブ API のリラリを使うと、その周りはアンセーフコードまみれになって、ラストの良さが活かせないということはありませんか？で、その場合は、軸言語が良さそうっていう質問がありますね。いや、その話が来ると思ったんで、一応スライドの中にもジグは考慮しましたという話を書いて、あんまり他の言語のことを言うのはちょっとどうかなと思って、微妙に言葉を濁したんですけども、開発としてはそのラストの開発環境は素晴らしいというのを答えさせていただきたいなと。ありがとうございます。なるほどですね。安定もしてますね。ということですね。はい。あとは発表の中で触れていらっしゃいましたけど、あくまでその境界だけアンセーフになって、で、ラストで書くところは普通にラストらしく書けるっていうことですよね。そうですね。手で書いてるようなもんなんで、手でそういう風に組めばそういう風になるし、みたいなところですね。はい、ありがとうございます。他の質問だと、CS バインジェユーザーです。どうもです。今後、レフ、アウト、インあたりは対応されますか？多分対応しないですね。というのも、結構 C シャープもDL インポートとかの時、自動生成のブラックボックスがうまくいろいろ働くようになっていて、そのあたりをなくすと、ポインターしか存在しない世界になるんですよね。っていうのもあって、多分対応はしないような気がしています。はい。ありがとうございます。続いては、最近の動向を把握できていないのですが、C++、CLI は全くに上がらなかったのでしょうか？それはね、上がりません。これも他の言語だから言うのはどうかと思うんですけど、C++ CLI は、上がらないと思います。はい。わかりました。あとはですね、C シャーパーっていうんですかね、C シャープの使ってる人の多い環境と見られていますが、ラストへのキャッチアップの取り組みなどは社内で何かしていますか？一応、ラストのリリースするときに、リリースノートみたいなのは、見るようにしてるのと、当然こういうイベントとかの、共有とか、ブログとかは、割と積極的に見るようにしてるんで、サーシャープという会社の中では、ラストは第二の言語として、位置づけているっていう感じですね。C シャープが第一なのは当然なんですけど、ラストはもう第二として、積極的に、使っていく、広めていくというような体制をとっています。はい、ありがとうございます。でしたら、そろそろお時間になったので、これで質疑応答を締めたいと思います。河合さん、発表ありがとうございました。どうもありがとうございました。